皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらになります。ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションをご紹介したいと思います。これは先日ね、発表されたばかりのモデルになりますが、ようやく手元に届きました。今回はですね、ファーストインプレッションということで、本当にわずか1日ほどになりますけども、その間に気づいた点についてまとめていますので、そのあたり少しご了承ください。というわけでね、中身の確認から進めていきたいと思います。本日も行ってみましょう。パッケージ内容をご紹介したいと思います。すでにね、もう開封済みになっていますが、まず本体ですね。そして充電ケーブルになりますけども、こちらのケーブルはね、専用の充電ケーブルになっていまして、おそらくファーウェイバンド8と同じものが使われているんじゃないかなという形状になっています。そしてバランティーカード、加えて安全に関する注意事項という、こうしたね、用紙も入っています。というわけでね、使い方に関する説明書などはありませんので、ファーウェイヘルスケアのアプリの中でデバイスの追加をした後に、そのヘルプの方で使い方など困った時にそちらを参照するということになります。では本体の外観を見ていきたいと思います。すでにもうね使い始めてしまっていますので、このように動作していますけども、いかがでしょうかね。パッと見の印象としましては、やはりこちらのファーウェイバンド8とそっくりだなと思いますが、もうね今お見せしましてすぐに分かったと思いますが、このファーウェイバンド8とディスプレイサイズちょっと比べてみますとどうでしょうかね。今回のファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションのサイズはAMOLEDの 1.64 インチになっています。それに対しましてファーウェイバンド8はAMOLED の 1.47 インチとなっていまして、ここはね結構歴然とした差がありますね。実際に並べてみますと数値以上にフィットスペシャルエディションは大きいなと思います。ということで非常に見やすいんですよね。これは本当に最初のインプレッションとしてはすごく思いました。ではせっかくですので画面占有率も見てみたいと思いますが、フィットスペシャルエディションの方が明らかにこのディスプレイ大きいということがよくわかるんじゃないでしょうか。で、左のねファーウェイバンド8の方が縦長がすごく強調される感じはしますね。ただ基本的にはやっぱりね一回り二回りぐらい大きくなったモデルなんだなっていうのを本当に思います。ではボディの方も見ていきたいと思います。ディスプレイに対しまして右側にはこういったサイドボタンがついています。ここから見ますとね、ちょっと懐かしいデザインだなと思いました。こちらね、ファーウェイバンド8の昔のモデルのファーウェイバンド6っていうのがあるんですが、それとね、結構この形状丸みを帯びていて似てるんですよね。これちょっと懐かしいなと今思いまして、肌に密着する感じとか丸みの帯びた感じが肌触りいいなと思います。そして反対側には何もありません。上側ですね。で、さらにこの下側になります。そして横から見ますとね、こういったディスプレイがちょっとラウンド形状になっているっていうのもわかるのではないでしょうか。そして最初にね、梱包を解くときにフィルムが貼られていたんですけども、それはあくまでも梱包用のフィルムで、艶消しで見づらいものになっていました。もうそれは剥がしてありますけども、その下には全くね、ディスプレイは貼られていない状態になっています。ですので、もし傷が気になるっていう方は、別途ね、購入した方がいいんじゃないかなと思います。そして背面を見てみますとね、こんな形状になっています。そしてこのバンドになりますが、材質はシリコンになっています。しかしながらですね、この有角になりますね、ここのループの部分になりますが、これはなんとフッ素ゴムを採用しているということで、このバンドとこの有角の部分の素材が違うんですよね。そしてね、外観からはわかりませんけども、今回特徴の中で大きな目玉にはなりますが、GPS が搭載されています。ということで、このファーウェイバンド8になりますが、外観こそね、似たような形状にはなっていますが、このファーウェイバンド8には GPS は搭載されていませんが、GPS が欲しい方はこのね、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションから選ぶということになりますね。さらにこの上位モデルを選んでいくっていうような流れになると思います。加えてマイクやスピーカーは搭載されていませんので、Bluetooth 通話にも対応していません。そういった機能が必要な方は、このファーウェイウォッチフィット2というね、上のモデルがありますので、こちらの方を選ぶっていうことになりますね。ということでですね、より詳しいスペックをお知りになりたい方は、ぜひこちらの方の動画をご覧いただければと思います。では、重さの方を測ってみたいと思います。こちらのスケールの場合っていうことになりますけども、バンド込みの重さで 35.6g となっています。ちなみにファーウェイバンド8はこのナイロンループのタイプですと 17.5g と非常に軽くなってるんですね。ということでファーウェイバンド8のこのタイプよりは倍ぐらいの重さになっています。持ってみるとやっぱり重さっていうの違いますので、より軽量さを求めるのであればこちらのねファーウェイバンド8がいいんじゃないかなと思います。というわけでこの後にファーストインプレッションをお届けしたいと思います。
はい。あれからですね、次の日の朝になりました。この時点でのファーストインプレッションということになりますけども、この短い間にはなりますが、気づいた点をご紹介していきたいと思います。まず最初に気になる動作感になります。すでにね、このように腕に装着している状態になって、しばらく使ってみましたけど、動作感はね、申し分ないですね。非常にサクサクと動いてくれます。このように、今ね、スクロールしていますが、いかがでしょうか。指のね、動きにしっかり追従してきてくれています。そしてサイドボタンを押してみますと、こんな感じでね、指の動きに本当に追従してきてくれているのがわかるんではないでしょうか。動作感に関しましては、以前ご紹介しているファーウェイバンド8とほぼ同等という感じですね。ただ、今ね、横スクロールして気づきましたけども、ホーム画面それぞれになっていますが、この今回ご紹介しているフィットスペシャルエディションは、ホームの左側に行きますと、音楽再生コントロールの画面が出てきますが、ファーウェイバンド8はこのように天気と音楽再生コントロールの画面と同時に出てきます。この辺がちょっと違うね、インターフェースになっています。そして、右にこのように画面をね、遷移していきますと、ファーウェイバンド8を見ていただきますと、実はですね、ここでいけないんですね。この辺の使い勝手の面では、やっぱりこのフィットスペシャルエディションの方が上回ってるんじゃないかなと思います。ということで、動作感に関しましては本当申し分ないので、サクサクと動作させることができます。そして次に装着性に関してなんですが、今バンドをこのように装着していますけども、非常にフィットしています。もう名前の通りになりますけども、このバンド素材がちょっと厚みがあって、しかも結構ね、弾力性がありますので、本当に肌に密着してくれて装着してるなっていうのを本当に感じます。個人的にはですね、肌荒れすることもありませんので、このシリコン素材とこのね、遊角に関しましてはフッ素ゴムということですけども、肌荒れすることもなくね、赤くなることもありませんでした。とはいえですね、やはり個人的にはこういったね、ナイロンループのベルクロで留めるこういったタイプの方が個人的には今好きですので、今後このフィット2に合うバンドが見つかれば交換していきたいなと思っています。ただね、一つだけ難点がありまして、それは後ほど触れていきたいと思います。次に視認性についてはどうかということになります。このディスプレイサイズは 1.64 インチと非常に大きくて綺麗で見やすいなと思っています。それはあくまでも屋内で思ったことになりますので、屋外で見た時にはどうかっていうのは結構重要かなと思いますね。なぜかと言いますと、やっぱりね、ワークアウトされる方でこういったスマートウォッチ購入するっていうのは多いと思いますので、やっぱり外で見やすくないと、それは見やすいと言えないんじゃないかなっていうのもありますね。ということでですね、ワークアウトのこの屋外ウォーキングを使って外で歩いてきました。で、その時に屋外で撮影した映像がありますのでね、ちょっとご覧いただければと思います。実はね、こちらの映像最大の明るさに変更してありまして、その状態で今撮影しています。画面が波打ったように見えてしまいますのは、この辺はちょっとご了承ください。注目すべきところとしましては明るさなんですが、サングラス越しで私は見ていたんですが、ちょっと暗いかなっていうのは正直思いましたね。最大の輝度にしていても、日差しがある状況だと、こういう風にね、手でかざせばしっかり見えますけど、パッと見ではっきりと見えるっていうわけではなかったかなと思いました。次に文字盤になりますが、今ね、この標準の文字盤を設定していまして、この文字盤に関してこのような常時点灯モード、いわゆる AOD と言われているものが表示されています。バッテリーと時計と日付。このデザインのモチーフがそのまま AOD に反映されるということになります。このね、アナログタイプっぽいものになりますが、これの場合はどうでしょうか。非常に省電力になっている最低限必要な情報だけ表示しているということですね。このデザインはどうなるでしょうか。こんな感じで切り抜かれていまして、好きな文字盤のまんまのデザインをほぼほぼ反映した常時点灯されるということになりますね。この辺はすごくね、いいですね。非常に見やすいなと思います。では次にですね、通知に関してどうかということになります。多くの方が使ってらっしゃるのは、やっぱりね、LINE が多いんじゃないかなということで、どんな感じで来るのかご紹介したいと思います。ちなみに AOD をこのように使っている状況で、LINE の通知がどんな感じで来るのかご覧ください。では、今から発信したいと思います。発信しました。すぐ来ましたね。LINE の音声通話を着信中とあって今ブルブル増えてくれています。しかしながら3秒ぐらいしましたら、このバイブ振動を止めてしまいました。全くその後何にも触れてもないし、一切ね、音も出るわけでもありません。スマートフォンから今鳴っていますね。発信を止めてみたいと思います。はい。私が出なかったということであれば、LINE の不在着信通知がメッセージとして来ました。こんな感じでね、着信するということですね。つまり、スマートフォンと今ね、近くにあったので気づきますけども、ちょっとね、遠くに離れていて、
このウォッチだけの状態であれば LINE の着信が3秒ぐらいブルブルと震えた状態になります。ということでその後ね止まってしまいますので、気づかなかったらそのまんまということになりますね。ただ不在着信通知がこのように来ていますので LINE の着信があったなということは気づくんじゃないかなということですね。では続けて LINE のメッセージがどんな感じで着信するのかもご覧ください。はい、今発信しました。来ましたね。いつもご視聴ありがとうございますと表示されますよね。ちなみにここから絵文字で返信することもできますし、クイック返信ということでですね、こういった形で相手に返信することができます。今回はありがとうございますとね、返信してみたいと思います。ということでね、今このようにありがとうございますとね、返信が返ってきました。簡単な返信であればね、こうやってやり取りすることができますので、了解とか OK とかね、ということであれば、このウォッチだけで完結するっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。ではですね、次にバッテリーがどれぐらい持つかということになります。先ほどもご紹介していますように、まだね、丸1日使っているわけではありませんので、厳密な数値っていうのは正直わからないところはあります。そのあたりは今後ね、しっかり計測していって、また後日データの方を出していきたいなと思っています。ということで、今現在分かっている範囲になりますが、賞味ですね、16時間ほど使っています。今こちらに表示しています表は、使い始めて満充電にしたのが16時になっていますね。残量が 100% というところになります。日数1日のところが、これは明朝の8時になっていまして、残量が 80% ということで、差がですね、20% となっています。この範囲でしかわかりませんが、1時間あたりだいたい 1.25% ほどバッテリーが減っていきました。この間にワークアウトで GPS などを使った運動などは一切していません。使っていた機能としましては、ヘルスケア関連はほぼほぼ全てオンになっています。そしてこの文字盤に対してのこちらの常時点灯モードをオンにした状態で継続したものになっています。このペースでバッテリー切れまで推定しますと 3.3 日ということで、スペック値で言っている AOD を使った場合3日と言っていますので、ほぼそれと同等かなという結果になりました。これはあくまでもね、ワークアウトなど一切していない状態でこのペースでっていうことになりますので、当然なんか GPS を使ったワークアウトを毎日ね、1時間とか2時間されている方はもっとね、バッテリー消費早いんじゃないかなと思います。そして AOD を使わない場合、スペック値では9日間と言っていますので、この辺は今後検証していきたいと思います。そして次にね、気になるところとしましては、歩数計の精度になります。これもね、毎度こういったスマートウォッチのレビューの際に、1キロ歩いた時に何歩カウントされるのかということを調べてきています。今回もですね、2回計測してきました。ちょっと暑かったんですけどね、なんとか頑張ってやってきました。まず1本目になりますが、私個人がカウントした数値ですね、1、2歩、3歩とね、カウントしましたが、1396歩をカウントしました。この時にこのフィットスペシャルエディションがカウントした歩数は1386歩でした。その差は10歩だったんですね。誤差が 0.7% あったんですね。そして2本目になりますが、人力計測では1425歩とね、ちょっと歩数多めになっていましたね。ペースもちょっと早めだったかなと思います。その際のこの歩数センサーは1418歩と、この時の差は7歩になりまして、誤差は 0.5% となっていました。じゃあこの数値見た時にどうかってことになりますが、2本目の 0.5% っていうのは他のスマートウォッチとほぼ同等クラスになっています。ということでね、歩数計の精度になりますが、誤差レベル 0.5 から 0.7% ということで、標準的なスマートウォッチの歩数計精度だと思います。普段から万歩計を使って歩数カウントしている方、朝1本目からしっかりカウントしていて、日付が変わるまでカウントしてくれますので、比較的正確な歩数をカウントしてくれるので、1日どれぐらい自分が歩いているのかっていうのをね、しっかりわかるようになっています。そして最後にね、ちょっと気になる点ではありますけど、睡眠測定の結果がどうかっていうことになります。今ね、この文字盤のこの部分 8.0 となっていますが、この文字盤に関してね、実はカスタムができまして、ここに睡眠測定の結果をね、表示させる機能がついています。ここをタップしますと、睡眠スコアね、81点でしたよと、今日の睡眠スコアが出ています。7時間58分寝ましたと出ています。そしてこの新しいね、トゥルースリープのシステムになりますと、画面上に深い睡眠や浅い睡眠、レム睡眠、覚醒とね、こういったデータを表示させる機能がこのモデルはついています。ちなみにね、ファーウェイバンド8もこの機能はついていますが、Fit 2ですね、このさらに一回り大きいモデルに関しましては、この機能はついていません。そしてこのように細かくデータが見れるっていうのはすごくいいですね。ただ、このデータが合ってるかどうかっていうのは正直誰も確認することができませんので、あくまでも参考にって
っていうことになると思います。ちなみになりますが、Fit スペシャルエディションで得られたデータは、このようにスマホの方に反映されますので、グラフ化された状態で睡眠スコアを見ることができます。昨日はね、目覚めた回数0回になっていたので、すごく良かったですね。ということで、ちょっと短い間にはなりましたけども、ファーストインプレッションということで、使ってみて気づいた点についてご紹介しました。この後はですね、ちょっとやっぱり短い間ではありましたが、気になった点もありましたので、その点についてご紹介したいと思います。では、ここからはちょっとね、使ってみた上でになりますが、気になった点をまとめていきたいと思います。まずその一つ目になります。今回も残念ながらになりますが、ファーウェイバンド8と同様に、スマートアラーム機能は非搭載となっていました。この上から下に開きますと、ここの部分アラームとありますね。これをタップしますとね、朝7時の時刻にアラームがセットされています。では、新規でちょっと見てみたいと思いますが、例えば5時23分に設定します。で、例えば、じゃあ日曜日、土曜日っていう風に設定しますね。加えてですね、追加の何か設定項目が出てくるのかなと思いきや、もうこれで終わってしまいました。スマートアラーム機能というような項目は一切なかったんですね。ここちょっと残念ですね。そして次のね、気になった点は、せっかくね、この GPS が搭載されていたので、ついてるのかなと思っていたんですが、このコントロールパネルの明るさ調整ですね。ここの部分を見ていただきますと、こちらは今 MAX になっています。そしてこれが一番最小の明るさになっています。手動でしか明るさを調整することができないということですね。つまり自動調光機能がついていなかったという点になります。GPS を搭載しているのであれば、この機能もね、ついてるかなというふうに淡い期待はあったんですけど、残念ながらついていませんでした。コスト的に厳しかったんだかもしれませんね。ただ明るさ調整に関しましては、このホームからコントロールパネルを開いて、ここから調整に関してアクセスすることができますので、比較的明るさ調整が機敏に変えることができます。で、この辺はね、アクセスしやすくなっているのでいいなと思いました。そして次の気になった点になりますけど、こちらのね、バンドに関することなんですね。今回ね、このファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションは、ファーウェイバンド8もそうなんですけど、このクイックリリースタイプを採用しているので、クイックにリリース、外すことができるということになっています。ではちょっとやってみたいと思います。ここのボタンですね。ここをプッシュしながら引っ張るということなんですけども、全くプッシュできません。硬くて外れないんですね。ということで実はクイックリリースという名のもとに簡単に取り外しができるのかなと思ったんですが、全然外れる気配がないんですね。これ購入された他の方はどうなんでしょうか？簡単に外れるんでしょうかね？この点がちょっと気になった点として取り上げさせていただきました。こういったね、硬いっていうのが仕様なのか、そもそも個体差があるのかどうかは、他をちょっと見てみないとわかりませんが、一つ参考までにファーウェイバンド8もクイックリリースを採用しているんですね。どれぐらい簡単に外せるかをちょっと見ていただければと思います。ここになります。はい。こんな感じでサクッと外せるんですよ。反対側もね、ちょっとやってみます。はい。本当にあっという間に外すことができるんですけども、こちらのこのタイプ、全然反応してくれないんですよね。というわけで今回ですね、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションについてご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。1.64 インチのアモレットディスプレイ、非常に大きくていいですね。本当に視認性が高いなと思います。今回から睡眠測定ね、しっかりこのウォッチ本体で見れるようになったのもすごくいいなと思いました。そして自動調光機能とかバイブが弱いっていうのもありますけども、この辺はこの明るさ調整に対してアクセスしやすくなっているので対処できるかなとも思います。バイブの強さに関しましてはなかなか調整するっていうのはできませんので、ここは仕方ないかなと思います。とはいえ、これまでファーウェイバンドシリーズ6、7、8と出てきましたが、それらを使っている方が GPS のモデルが欲しいなと思っている方にとっては本当にうってつけじゃないかなと思います。待望のファーウェイバンド8の兄貴モデルといった方がいいのかなと思います。やっぱり使い勝手がいいので、今後もちょくちょく使っていきたいなと思っています。ということで、こちらのファーウェイウォッチフィットスペシャルエディション気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、詳細はそちらの方からご覧いただければと思います。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。